皆さんこんにちは。菅製作所の工藤です。私たちは最先端の薄膜を作る ALD 装置を開発しています。今日は ALD 原子相対積法について調べているけども、プリカーサーって何なのかよくわからない。ALD で高品質な薄膜を作るにはなぜプリカーサーがそんなに大事なの？そんな疑問をお持ちの方に向けて当社の知見を交えながら分かりやすく解説していきたいと思います。まず ALD アトミックレイヤーデポジション原子相対積法について簡単に説明します。 ALD は分子レベルでの自己組織化セルフアッセンブリーと自己停止セルフリミッティング反応を利用した製膜技術です。膜を電子1層ずつまるでレゴブロックを積み上げていくように正確に積層していく、そんなイメージです。この精密さによって髪の毛の10万分の1という極薄膜を均一で鉄管の少ない状態で作り出すことができます。そしてこの ALD のプロセスで膜の品質を左右する鍵を担っているのが本日の主役、プリカーサー全躯体です。そもそも全躯体とはっていうところなんですけども、プリカーサーという言葉を分解すると、プリは前にという意味で、カーサーは走る人という意味です。つまり先に走るもの、先駆者や前触れという意味です。科学、ケミストリーの世界では、ある化合物を作るために先に存在する物質、つまり全躯体という意味で使われます。ALD におけるプリカーサーとは、薄膜を作るための原料ガスのことになります。2種類のガスを交互に流して表面で化学反応を起こしながら原子層を一層一層積み重ねていきます。例えばアルミナの製膜をする場合、金属源として使うのが PMA、トリメチルアルミニウム。酸化源として水やオゾンが使われます。この時 PMA がプリカーサー A、水やオゾンがプリカーサー B というわけです。プリカーサーには主に3つの重要な役割があります。役割その1として、膜の材料を供給することです。目的の膜に必要な原子を基板まで運ぶトラックのような存在です。役割その2として、自己停止反応を実現することです。プリカーサーは基板表面の特定の吸着点だけに吸着し、それ以上が反応が止まる、これが自己停止、セルフリミッティングの性質です。この仕組みによって原子1層分という極めて正確な厚み制御が可能になります。さらにこの反応を繰り返すことで分子表面でも整然と並びます。これが自己組織化セルフアッセンブリーという現象です。つまり、ALD では縦方向に1層ずつ積み重なり、横方向にも整列した血管の少ない緻密な膜が形成されるというわけです。役割その3として揮発性があります。プリカーサーは真空チャンバー内でしっかりと気化して基板全体に均一に届く必要があります。ALD で高品質な薄膜を安定して作るためにはプリカーサーの特性が非常に重要です。それは膜圧の制御精度、レイヤー制御、プロセスの効率、そして膜の品質、この3つに直接影響します。ここでは理想的なプリカーサーが持つべき5つの特性を紹介します。特性 ①、そして十分な蒸気圧と熱安定性です。プリカーサーはターゲット温度で安定して気化する必要があります。蒸気圧が低いと材料にうまく送れず、途中で分解してしまうと膜に不純物が混ざり性能が落ちます。特性の2として適切な反応性があります。基板表面の吸着点だけに吸着して反応が止まる性質。これを自己停止性と呼んでいます。これによって原子1層分だけを正確に積み上げることができます。特性 ③ として高い純度があります。不純物は膜の性能に大きく影響します。医療でも膜の電気的、機械的性能を損なうために極めて高純度が求められます。特性4番として複製生物の除去のしやすさ。反応後に出る複製生物は揮発性が高くてすぐに廃棄できることが理想です。
残留すると膜に混留したり、品質性を壊したりします。最後に特性5つ目としまして、非暴食性と安全性です。装置を腐食させる人にも安全であること、毒性や引火性が低く、管理可能な範囲であることが求められます。この5つのすべて満たしたプリカーサーを選んで適切にコントロールする。これが高品質な薄膜を安定して作る ALD プロセスの鍵となります。ここまでプリカーサーの役割や求められる特性を見てきました。では実際にどんな種類のプリカーサーがあるのか、そしてどんな膜が作られるのか具体的に見ていきましょう。1つ目は金属有機化合物 MOC です。金属と有機物が結合したタイプです。代表例として先ほど説明しました TMA ポリメチルアルミニウムが有名です。低温でも使いやすく扱いやすい。ただし炭化不純物の購入には注意が必要です。2つ目に金属ハルゲン化合物があります。代表例としてシエン化チタンが挙げられます。TiO2 酸化チタン膜の成膜に使われます。高純度の膜が得られやすい反面、複製生物として腐食性の高い HCl 塩化水素が出るため、装置への影響を考慮した設計が重要になります。3つ目としてベータジケトン鎖体が挙げられます。揮発性と熱安定性をバランスよく両立しやすく、安定した成膜が可能なタイプです。表例としてアルミニウムトリアセチルアセナートがあります。これは AL2O3 酸化アルミニウムの成膜に広く使われているプリカーサーです。その他シラン系やアミン系など用途によって多様なプリカーサーがあります。代表的な成膜材料は酸化物としてはアルミナ、チタニア、シリカ、ハフニアなどです。また窒化物として窒化チタン、窒化シリコン、窒化アルミなどが一般的には ALD でも成膜されます。また金属膜としてプラチナ、ルテニウム、タングステンなどの利用も挙げられます。菅製作所では現在アルミナ、チタニア、シリカ、ハフニアの4種類で成膜実績があります。今後も膜種を増やして次世代 ALD 技術の開発に挑戦を続けていきます。さて、プリカーサーの種類と成膜材料について理解ができたところで、これらのプリカーサーをどのように使い高精度な膜を作るか、そこに菅製作所の ALD 装置の強みが生きてきます。具体的に当社の装置がどのようにプリカーサーに対応しているのか3つのポイントで紹介します。強みの1番としまして、多様なプリカーサー対応が挙げられます。SAL3000 では最大6系統までプリカーサーを搭載することが可能です。これによって複合膜や多層膜の研究をサポートします。2つ目に精密な供給制御です。温度やガス流量を高精度に制御してプリカーサー性能を最大限に引き出します。3つ目にカスタム設計対応があります。分体成膜モデル SAL1000B や嫌気性材料対応モデル SAL1000G など研究ニーズに応じた設計が可能です。プリカーサーはまさに ALD の心臓です。菅製作所はその心臓を安定して動かす装置で最先端の研究を支えています。ALD 装置の導入検討やプリカーサー選定、ベスト成膜のご依頼はぜひご気軽にお問い合わせください。この動画が皆さんの新しい発見につながれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。もし役に立ったと思いましたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。